こんにちは。アリサです。前回に引き続き、今回もフリートークの時間を入れたいと思います。今回は、インスタグラムで募集したトークテーマを一つピックアップしてお話しできたらなと思っています。さて、早速ですが、いただいた質問です。昔は夜型と言っていましたが、朝型にどうやって変わりましたかという質問をいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。昔は夜型でした。というのも、アパレル勤務だったり、シフト制の仕事をやっていたので、朝同じ時間に必ず起きるということがなかったんですよね。朝型になった一番の理由は、結論からお伝えすると、環境の変化です。はい。特に引っ越しが一番大きくて、その中でも日当たりは本当に大切だなと今実感しています。はい。で、これはちょっと別の話になるんですが、とあるデータで心理学かな科学かな何かで見たときに、夜型と朝型というのは生まれつき決まっているというデータを見たことがあります。昔から私はあまり夜型が悪いと思ったことはなくて、そのデータを見てさらに、性質生まれつきならしょうがないと思っていたんですが、朝から働く仕事だとどうしても頭がぼーっとしたりとか集中力が欠けたりだとかして大変な時は、結構ありました。はい、今の家に住んでいて、寝室は東、リビングは南、太陽の動きとともに生活ができているので、それが生活リズムが整った一つの理由かなとも思っています。そういえば人生で初めてこんなに日当たりのいい家に住んでいるなと思っていて、実家も実はすごく日当たりが悪くて、日を浴びる時間がほとんどないなと今思い返して思っています。そうすると、幼少期から朝が苦手だったのは日当たりの問題もあったのかなと思っていて、もちろんそんな単純なことだけではなく、いろいろな理由があって起きられないというのはあると思っていて、もう一つ理由としては精神面も大きいかなと思っています。これはどう説明しようか迷うところですが、簡単に言えば心に余白ができたということかなと思っています。これは自分でも気づいていなかったんですが、自分と向き合う余裕もなくていっぱいいっぱいになっている時は、日の光も見たくなかったし、遮光カーテンで日を遮っていたなと思います。もう何年も昔の話なんですが、刺激を極端に当時は減らしていたなと今思い返して、かなり刺激を遮っていたなと思います。はい。でも当時はそれが普通だったので、あんまり深く考えたことはなかったんですが、今思い返せばあの時の私はいっぱいいっぱいだったんだろうなと思います。そんな感じでご質問に戻って、昔は夜型と言っていましたが朝型にどうやって変わりましたかに対する答えは環境の変化です。仕事の関係もあったり体質もあったりで、なかなか動きづらいという方もいるとは思うんですが、どこかのタイミングを見計らって今の環境を少しずつ見直してみるというのはもう大いにありだなと思ってます。私は引っ越しをきっかけに変わりましたが、例えばカーテンを日を通すものに変えてみるだとか、外の空気を吸いに行く時間を少し長めにいつもより
撮ってみるだとか、おすすめは自然に触れる機会を意識的に増やすというのは本当に効果があるなと思っています。それが今すぐにできる環境の変化、日常の小さな変化かなと思っています。外の空気ぜひ吸いに行ってみてください。私もちょっと悩む時だったり、ちょっと自分の気持ちを変えたいなと思った時は、意識的に外に行くようにして空気を吸うようにしてます。外の空気を吸って日を浴びることによって夜すっと眠れるような環境に整えてくれる効果もあるので、仕事のお休み時間、お昼ご飯を公園で食べてみるだとか、休日はいつも家にいたけれど近所の公園に行ってみるだとか、ちょっと急に引っ越しは難しいと思うので、日常の小さな変化を、試してみていただけたらなと思っております。そんな感じで今日のフリーテーマでございました。いただいた質問の中からまたピックアップしてお話できたらと思っております。また何か話したいなというテーマがあればコメント欄でも教えてください。ぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。これは使ってます。大好きなやつ。